今日は箱根にある箱根小涌園天遊に行った時のことを話したいと思います。箱根は昔から有名な温泉地で、東京からも行きやすく、外国人にもとても人気がありますが、その中でも天遊は、今の時代に合った新しい旅館だと感じました。伝統的な日本旅館の雰囲気を大切にしながら、初めて日本の旅館に泊まる人でも安心できる工夫がたくさんある場所です。駅から旅館に向かう途中、周りの景色が少しずつ変わっていくのが分かりました。建物が少なくなり、木や山が増えてくると、自然の中に入っていく感じがして、気持ちも自然と落ち着いてきます。天遊について、建物を見たとき、まず綺麗だなと思いました。とても大きな建物ですが、自然の景色に合うデザインで、山の中にあっても違和感がありません。入り口に入ると、広いロビーがあり、外の光がたくさん入っていて、とても明るい印象でした。チェックインの時、スタッフの対応がとても丁寧で、安心感がありました。日本語だけでなく、英語でも説明してくれるので、日本が初めての人でもあまり緊張せずに過ごせると思います。館内の使い方やお風呂の場所、食事の時間についてもゆっくりわかりやすく説明してくれました。こういう細かい気遣いがあると、この旅館を選んでよかったなと感じます。部屋に入ると、まず窓の外の景色に目が行きました。山の緑が広がっていて、遠くまで見えるわけではありませんが、その分、とても静かです。部屋は和室の落ち着いた雰囲気ですが、ベッドがあり、畳に慣れていない人でも安心して休めます。日本らしさと使いやすさがうまく一つになっている部屋だと思いました。荷物を置いて少し部屋で休んでいるだけでも日常から離れた感じがします。天遊の大きな魅力の一つは温泉です。館内にはいくつかの温泉があり、その中でも上の階にある露天風呂はとても印象に残っています。お風呂に入ると目の前に山の景色が広がり、空も近く感じられました。昼に入ると明るい光と緑を楽しめますし、夕方になると殻の色が変わっていく様子を見ることができます。夜は静かで、風の音や遠くの自然の音だけが聞こえてきて、心まで温かくなるような時間でした。温泉に入った後は、体がとても軽くなったように感じます。急いで何かをする気持ちもなくなり、このままずっとここにいたいなと思いました。天遊では、移動するだけでも景色を楽しめる場所が多く、廊下やラウンジから見える外の景色もとても綺麗です。ただ歩いているだけなのに、自然と深く呼吸したくなります。夕食の時間になると、レストランに向かいました。食事は懐石料理で、一つ一つの料理がゆっくり運ばれてきます。見た目もとても綺麗で、最初は食べるのがもったいないと感じるほどでした。味は優しく、素材の味を大切にしているのがわかります。難しい料理ではありませんが、日本らしい食事をしっかり楽しめる内容でした。スタッフが料理の説明をしてくれるので、何を食べているのかわかりやすく、外国人にも親切だと思います。食事の後、もう一度温泉に入り、部屋に戻ってからは静かな時間を過ごしました。テレビを見ることもできますが、外の景色を見たり、
今日一日のことを少し振り返ったりするだけで、十分に満たされた気持ちになります。天遊は何か特別なイベントがあるわけではありませんが、何もしない時間を大切にできる旅館だと感じました。朝になると部屋に入る光で自然と目が覚めました。外を見ると昨日とはまた違う景色が広がっていて、朝の空気はとても新鮮です。朝食も体に優しい料理が多く、ゆっくり食べながら一日の始まりを感じることができました。チェックアウトの時間が近づくと少し帰りたくない気持ちになりますが、それだけ心地よく過ごせた証拠だと思います。箱根小涌園天遊は、日本の旅館らしい落ち着きと現代的な快適さの両方を大切にしている場所です。日本の温泉や旅館文化を体験してみたい人にも、ゆっくり休みたい人にも、自信を持っておすすめできる旅館だと感じました。ここで過ごした時間は、とても静かで、でもしっかり心に残るもので、また箱根に来たら、もう一度泊まりたいと思える場所でした。今日は、山梨県にある西山温泉慶雲館に行った時のことをゆっくり話したいと思います。ここは世界で一番古い旅館として知られていて、名前を聞いただけでも特別な場所だということがわかりますが、実際に行ってみると、その歴史の長さだけではなく、そこで流れている時間そのものがとても静かで深いものだと感じました。便利さや新しさを求める旅館とは全く違い、日本の昔の暮らしや考え方がそのまま残っているような場所です。旅館に向かう道は正直に言うとあまり簡単ではありません。電車やバスを乗り継ぎ、さらに山の中へ進んでいくので少し時間がかかります。でも、その道のりこそが慶雲館の魅力の一部だと後から分かりました。街の景色が少しずつ消えて、川や山、木々の緑が増えてくると、気持ちも自然と静かになっていきます。スマートフォンを見る回数も減り、周りの景色をただ眺める時間が増えていきました。旅館に着いた時、まず感じたのは、とても落ち着いた雰囲気でした。建物は新しくはありませんが、古さを大切にしながら丁寧に使われていることがすぐに伝わってきます。入り口をくぐると、木の香りとどこか懐かしい空気に包まれて、自然と背筋が伸びるような気がしました。スタッフの方の対応もとても静かで、必要以上に話しかけてくることはありませんが、こちらが困った時にはすぐに気づいてくれます。その距離感がとても心地よく感じました。部屋に案内される途中、長い廊下を歩きながら建物の中をゆっくり見て回ります。柱や床、天井の一つ一つに長い時間が染み込んでいるようで、ただ歩いているだけでも、ここが特別な場所だということを感じます。部屋は和室で、派手なものは何もありませんが、その分、とても静かです。窓の外には川が流れていて、水の音がずっと聞こえてきます。その音を聞いていると、時計を見なくても、時間が流れていることがわかるような、不思議な感覚になりました。慶雲館の大きな魅力は、やはり温泉です。ここには、自然のままの温泉があり、山や川のすぐそばで入ることができます。お風呂に入ると、外の景色がそのまま目に入ってきて、人工的な音はほとんど聞こえません。
昼間は川の流れと緑を見ながら体をゆっくり温めることができますし、夕方になると光の色が変わっていく様子を静かに楽しむことができます。夜はさらに静かになり、空を見上げると街では見えない星が見えることもありました。温泉に入っていると何もしなくていいという気持ちになります。ここでは何かを急ぐ必要もなく、次の予定を考える必要もありません。ただ、お湯の温かさと自然の音を感じているだけで心が落ち着いていきます。体だけでなく、頭の中までゆっくりほぐれていくような感覚でした。長い歴史の中で、たくさんの人が同じようにこの温泉に入ってきたのだと思うと、不思議なつながりも感じます。夕食は地元の食材を使った料理が中心で、どれも派手ではありませんが、とても丁寧に作られています。一つ一つの料理がゆっくり運ばれてきて、食べる時間そのものを楽しめるようになっていました。味付けは強すぎず、素材の味がよくわかります。山の中の旅館なので、海の料理は多くありませんが、その分、野菜や川の魚の味がとても印象に残りました。静かな部屋で、外の音を聞きながら食事をする時間は、普段の生活ではなかなか味わえないものです。食事の後も特別なことをする必要はありません。部屋に戻って川の音を聞きながら、ただ座っているだけでも十分に満たされた気持ちになります。テレビや大きな音がないので、最初は少し物足りなく感じる人もいるかもしれませんが、しばらくすると、その静けさがとても自然なものに思えてきます。何かをしない時間がこんなにも心地よいものだということを、ここで初めて実感しました。朝になると、窓の外の光で静かに目が覚めました。外の景色は昨日と同じはずなのに、朝の空気の中では全く違って見えます。朝の温泉に入り、体を温めてから朝食をいただくと、一日の始まりがとてもゆっくりで、贅沢なものに感じられました。チェックアウトの時間が近づくと、また山を降りて、日常に戻らなければならないことを思い出しますが、不思議と気持ちは重くありませんでした。西山温泉慶雲館は、便利さや新しさを求める人よりも、静かに過ごしたい日本の昔の空気を感じたいという人に向いている旅館だと思います。長い歴史の中で大切に守られてきた場所だからこそ、今も変わらず人を静かに迎えてくれるのだと感じました。ここで過ごした時間はとても派手ではありませんが、心の奥にしっかり残るもので、旅が終わった後も何度も思い出したくなるような特別な体験でした。今日は静岡県の海沿いにある夫婦熱海に行った時のことを話したいと思います。熱海と聞くと、賑やかな温泉街や観光地のイメージを持つ人も多いと思いますが、夫婦熱海はそうした場所とは少し違う時間が流れている旅館だと感じました。町の中心から少し離れた高い場所にあり、周りはとても静かで、海と空をゆっくり楽しむための場所という印象です。旅館に向かう途中、坂を登っていくと、だんだん景色が明けてきました。建物が見えた瞬間、まず思ったのは落ち着いた雰囲気だなということです。大きすぎず、派手すぎず、でも特別感のある建物で、
自然の中に静かに佇んでいるように見えました。入り口に入ると、外の音が一気に遠くなり、空気まで変わったように感じます。スタッフの方はとても穏やかで、丁寧ですが、話し方は柔らかく、こちらのペースを大切にしてくれているのがわかりました。チェックインを済ませて、部屋に案内されるまでの間も、館内の雰囲気がとても印象的でした。廊下や共用スペースは明るすぎず、光の使い方がとても上手で、自然と気持ちが静かになります。周りの景色が見える場所も多く、歩いているだけで少しずつ日常から離れていく感覚がありました。ここでは、急がなくていいんだと、体が先に理解してくれるような感じです。部屋に入った瞬間、まず目に入ったのは、大きな窓の外に広がる海の景色でした。高い場所にあるので、海がとても近く感じられ、空との境目がはっきり見えます。部屋は和の要素がありながら、とても現代的で、どこにいても居心地がいい空間でした。そして、この旅館の大きな特徴の一つが、部屋にある温泉です。自分の部屋にいながら、好きな時間に温泉に入れるというのは、本当に贅沢なことだと感じました。早速部屋のお風呂にお湯を入れて、ゆっくり入ってみます。湯船に浸かると、目の前には海が広がり、波の音がかすかに聞こえてきました。外に出なくても、景色と温泉を同時に楽しめるので、時間を気にせず、何度でも入りたくなります。昼間は明るい海の色を楽しめますし、夕方になると、空と海が少しずつオレンジ色に変わっていく様子を見ることができます。その変化をお風呂の中からじっと見ている時間はとても静かで特別なものでした。温泉から出た後は部屋で少し休みます。ソファに座ってただ景色を見ているだけなのに不思議と心が満たされていきます。テレビをつけなくてもスマートフォンを見なくても何も足りないと感じませんでした。夫婦熱海は何かをする場所ではなく何もしない時間を楽しむ場所なのだとこの時強く感じました。夕食の時間になりレストランへ向かいます。食事は地元の食材を使った料理が中心で一品ずつゆっくりと運ばれてきました。見た目もとても美しく季節を感じられる内容でしたが、味は強すぎず、どれもとても優しい印象です。料理の説明もわかりやすく、難しい言葉は使われていないので、外国人でも安心して楽しめると思います。食事の時間そのものが静かで落ち着いていて、会話をしなくても居心地の悪さを感じることはありませんでした。食事の後、部屋に戻ると、外はすっかり暗くなっていました。夜の海は昼とは全く違い、音も光も少なく、深い静けさがあります。もう一度、部屋のお風呂に入り、夜の景色を楽しみながら、今日一日をゆっくり振り返りました。仕事のことや、普段の生活のことが少し遠くに感じられ、今はここにいるという気持ちだけがはっきり残ります。朝になると、カーテンの隙間から入る光で自然と目が覚めました。窓の外を見ると、朝の海はとても静かで、空気も新鮮です。朝の温泉に入ってから朝食をいただくと、体も心もすっかり整ったような気がしました。朝食も重すぎず、一日の始まりにちょうどいい内容で、
最後まで気持ちよく過ごすことができました。チェックアウトの時間が近づくと、もう少しここにいたいという気持ちになりますが、それだけ満足できた証拠だと思います。夫婦熱海は、賑やかな観光を楽しむ旅館ではなく、静かに過ごしたい人や、自分の時間を大切にしたい人にとても合っている場所です。海を見ながら温泉に入り、何も考えずに過ごす時間は、思っている以上に心を豊かにしてくれました。また熱海に来る機会があれば、ぜひもう一度泊まりたいと思える、そんな旅館でした。今日は、群馬県のみなかみにある宝川温泉大泉閣に行った時のことを、ゆっくり話したいと思います。ここは、自然の中で温泉を楽しみたい人にとって、とても特別な旅館だと感じました。建物やサービスが目立つというよりも、山、川、森、そして温泉そのものが主役になっている場所で、日本の温泉ってこういうものなんだと体でわかるような体験ができます。旅館に向かう道は町からだんだん離れていき、周りの景色が少しずつ自然に変わっていきます。高い建物は見えなくなり、木の数が増え、川の音が聞こえるようになると、気持ちも自然と静かになってきました。スマートフォンを見る時間も減り、窓の外の景色をただ眺めているだけなのに、もう日常から離れているなと感じます。宝川温泉に近づくほど、空気が少し冷たく、きれいになっていくように思えました。旅館に着くと、まず目に入るのは、大きな木造の建物と、その前を流れる川です。とても立派ですが、派手な感じはなく、昔からここにあったかのように、自然の中に馴染んでいます。入り口に入ると、スタッフの方が静かに迎えてくれました。話し方も落ち着いていて、この場所の雰囲気に合っていると感じます。必要なことはきちんと説明してくれますが、話しすぎることはなく、その距離感がとても心地よく思えました。部屋に向かう途中、廊下や窓から見える景色に何度も足を止めてしまいました。外には川が流れ、木々が風に揺れていて、その音がそのまま館内まで聞こえてきます。部屋は和室で、シンプルですが、とても落ち着いた空間でした。窓を開けると、川の音がはっきり聞こえてきて、まるで自然の中に住んでいるような気分になります。ここでは、時計を見なくてもいいと思いました。宝川温泉大泉閣の一番の魅力は、やはり露天風呂です。川のすぐそばに、いくつもの大きな露天風呂があり、そのスケールに最初は少し驚きました。お風呂に入ると、目の前に広がるのは山と森、そして流れる川で、人工的なものがほとんど目に入りません。お湯に浸かりながら、川の音を聞いていると、頭の中がどんどん静かになっていきます。昼間の露天風呂では、明るい光と緑を楽しむことができます。風が吹くと、木の葉が揺れ、その影が水面に映ります。夕方になると、光の色が変わり、景色全体が少し柔らかくなっていきました。夜はさらに静かになり、空気も冷たく感じられて、お湯の温かさが一層心地よくなります。空を見上げると、街では見えない星が見えることもあり、今、本当に山の中にいるんだなと実感しました。温泉に入っていると、何かを考えようという気持ちが自然となくなります。
ここでは何もしなくていい、ただここにいればいい、そんな感覚になります。長い時間お湯に浸かっても急ぐ必要がないので、体だけでなく心までゆっくりとほぐれていくようでした。宝川温泉は体を休める場所というより、自然の中に戻る場所だと感じました。夕食は山の旅館らしい料理が中心で、地元の食材を使った優しい味のものが多く並びました。派手な料理ではありませんが、一つ一つが丁寧に作られていて、安心して食べられる味です。外の自然を感じながら食事をすることで、料理の美味しさもよりはっきり感じられました。静かな空間でゆっくり食べる時間はとても贅沢に思えます。食事の後も特別なことをする必要はありません。部屋に戻って川の音を聞きながら座っているだけで十分に満たされた気持ちになります。テレビをつけなくても退屈だと感じることはありませんでした。むしろこの静けさこそがこの旅館の一番の贅沢なのだと思いました。朝になると外の光と音で自然と目が覚めました。朝の露天風呂は空気がとても澄んでいて、昼や夜とはまた違った気持ちよさがあります。体を温めてから朝食をいただくと、一日がとても良い形で始まるように感じました。チェックアウトの時間が近づくと、また日常に戻らなければならないことを思い出しますが、心の中にはしっかりと静かな時間が残っています。宝川温泉大泉閣は、便利さや新しさを求める人よりも、自然の中でゆっくりと自分を休ませたい人に向いている旅館だと思います。川の音を聞き、山の景色を見ながら温泉に入る時間はとても原始的で、それでいて深く心に残る体験でした。ここで過ごした時間は後から思い出した時も、きっと同じ静けさと温かさを心の中に運んできてくれる、そんな旅だったと感じています。今日は石川県の和倉温泉にある加賀屋に行った時のことを話したいと思います。加賀屋は日本の旅館の中でも特に有名で、おもてなしがすごい旅館として名前を聞いたことがある人も多いと思いますが、実際に泊まってみると、その評価がなぜ生まれたのかを自然と理解できる場所でした。派手さだけではなく、人の気遣いと長い経験が空間の隅々にまで感じられる旅館です。旅館に近づくと、まず建物の大きさに少し驚きました。海の近くに立っていて、堂々とした雰囲気がありますが、圧迫感はなく、落ち着いた印象です。入り口に着いた瞬間から、スタッフの方が声をかけてくれて、荷物のことや案内について、すぐに対応してくれました。動きに無駄がなく、とても自然で、仕事をしているというより、人を迎えることに慣れているという感じがしました。館内に入ると、広いロビーがあり、天井も高く、とても開放的です。窓の外には海が見えていて、場所によっては波の動きまで感じられます。歩いているだけで、ここは特別な場所だなと思わせてくれる空間ですが、不思議と緊張はしませんでした。それは、スタッフの表情や話し方が柔らかく、こちらの様子をよく見てくれているからだと思います。部屋に案内されるまでの間も、館内の説明がとてもわかりやすく、必要なことだけをちょうどいい速さで伝えてくれました。
部屋に入ると、まず窓の外の景色に目が行きます。和倉の海が広がっていて、天気がいい日は、空と海の色がとてもきれいに見えました。部屋は和室で、日本らしい落ち着いた雰囲気ですが、設備はとても整っていて、古さを感じることはありません。伝統と快適さが自然に一つになっている空間だと感じました。少し休んでから館内を歩いてみましたが、どこに行ってもスタッフの方の動きがとても静かで、こちらの時間を邪魔しません。困っていそうな時には、すぐに声をかけてくれますが、それ以外は、そっと見守ってくれているような距離感です。このちょうど良さが、加賀屋の一番の強さなのかもしれないと感じました。温泉に向かうと、そこでも同じように、落ち着いた空気が流れていました。お風呂は広く、ゆったりと使えるようになっていて、外の景色を楽しめる場所もあります。お湯に浸かると、体の力が自然と抜けていき、長い移動の疲れもゆっくり消えていきました。周りの人も静かに過ごしていて、全体で落ち着いた時間を大切にしている雰囲気がありました。夕食の時間になると、部屋食の準備が始まります。加賀屋の食事は、料理そのものだけでなく、その出し方や説明も含めて、一つの体験になっていました。一品ずつ、ちょうどいいタイミングで運ばれてきて、料理の内容もわかりやすく説明してくれます。難しい言葉は使われず、でも料理への思いはしっかり伝わってきました。地元の食材を使った料理は、味付けが上品で、見た目もとても綺麗です。食事をしている間も、こちらの様子をよく見てくれていて、せかされることはありません。食べる速さや会話の流れに合わせて、自然に時間が進んでいきます。こうした細かい気遣いは、短い時間では身につかないものだと思いますし、長い歴史の中で大切に育てられてきた文化なのだと感じました。料理を食べ終わる頃には、お腹だけでなく気持ちまで満たされていました。食事の後、部屋で少し休みながら、今日一日のことを振り返ります。特別に派手な出来事があったわけではありませんが、一つ一つの場面がとても滑らかにつながっていて、心に残る時間になっていました。加賀屋では何かすごいことをするというより、すべてを気持ちよく整えてくれる感覚が強くあります。夜になると、館内はさらに静かになり、外の海の音が遠くから聞こえてきます。もう一度温泉に入り、体を温めてから布団に入ると、安心した気持ちで眠ることができました。朝は柔らかい光で目が覚め、海の景色を見ながら静かに一日が始まります。朝食も重すぎず、体に優しい内容で、最後まで丁寧なおもてなしが続いていました。チェックアウトの時間になると、また来たいなと自然に思えたのが印象的でした。加賀屋は高級な旅館ではありますが、決して遠い存在ではなく、人を大切にする場所だと感じられる旅館です。日本の旅館文化やおもてなしの心をしっかり体験したい人には、自信を持っておすすめできる場所だと思いました。ここで過ごした時間は、後から思い出した時も、きっと同じ温かさで、心に戻ってくる、そんな旅だったと感じています。今日は、箱根にある箱根小涌園天遊に行った時のことを話したいと思います。
箱根は昔から有名な温泉地で、東京からも行きやすく、外国人にもとても人気がありますが、その中でも天遊は、今の時代に合った新しい旅館だと感じました。伝統的な日本旅館の雰囲気を大切にしながら、初めて日本の旅館に泊まる人でも安心できる工夫がたくさんある場所です。駅から旅館に向かう途中、周りの景色が少しずつ変わっていくのが分かりました。建物が少なくなり、木や山が増えてくると、自然の中に入っていく感じがして、気持ちも自然と落ち着いてきます。天遊について、建物を見たとき、まず綺麗だなと思いました。とても大きな建物ですが、自然の景色に合うデザインで、山の中にあっても違和感がありません。入り口に入ると、広いロビーがあり、外の光がたくさん入っていて、とても明るい印象でした。チェックインの時、スタッフの対応がとても丁寧で、安心感がありました。日本語だけでなく、英語でも説明してくれるので、日本が初めての人でも、あまり緊張せずに過ごせると思います。館内の使い方やお風呂の場所、食事の時間についてもゆっくりわかりやすく説明してくれました。こういう細かい気遣いがあると、この旅館を選んでよかったなと感じます。部屋に入ると、まず窓の外の景色に目が行きました。山の緑が広がっていて、遠くまで見えるわけではありませんが、その分、とても静かです。部屋は和室の落ち着いた雰囲気ですが、ベッドがあり、畳に慣れていない人でも安心して休めます。日本らしさと使いやすさがうまく一つになっている部屋だと思いました。荷物を置いて少し部屋で休んでいるだけでも日常から離れた感じがします。天遊の大きな魅力の一つは温泉です。館内にはいくつかの温泉があり、その中でも上の階にある露天風呂はとても印象に残っています。お風呂に入ると目の前に山の景色が広がり、空も近く感じられました。昼に入ると明るい光と緑を楽しめますし、夕方になると殻の色が変わっていく様子を見ることができます。夜は静かで、風の音や遠くの自然の音だけが聞こえてきて、心まで温かくなるような時間でした。温泉に入った後は、体がとても軽くなったように感じます。急いで何かをする気持ちもなくなり、このままずっとここにいたいなと思いました。天遊では、移動するだけでも景色を楽しめる場所が多く、廊下やラウンジから見える外の景色もとても綺麗です。ただ歩いているだけなのに、自然と深く呼吸したくなります。夕食の時間になると、レストランに向かいました。食事は懐石料理で、一つ一つの料理がゆっくり運ばれてきます。見た目もとても綺麗で、最初は食べるのがもったいないと感じるほどでした。味は優しく、素材の味を大切にしているのがわかります。難しい料理ではありませんが、日本らしい食事をしっかり楽しめる内容でした。スタッフが料理の説明をしてくれるので、何を食べているのかわかりやすく、外国人にも親切だと思います。食事の後、もう一度温泉に入り、部屋に戻ってからは静かな時間を過ごしました。テレビを見ることもできますが、外の景色を見たり、今日一日のことを少し振り返ったりするだけで、十分に満たされた気持ちになります。
天遊は何か特別なイベントがあるわけではありませんが、何もしない時間を大切にできる旅館だと感じました。朝になると部屋に入る光で自然と目が覚めました。外を見ると昨日とはまた違う景色が広がっていて、朝の空気はとても新鮮です。朝食も体に優しい料理が多く、ゆっくり食べながら一日の始まりを感じることができました。チェックアウトの時間が近づくと少し帰りたくない気持ちになりますが、それだけ心地よく過ごせた証拠だと思います。箱根小涌園天遊は、日本の旅館らしい落ち着きと現代的な快適さの両方を大切にしている場所です。日本の温泉や旅館文化を体験してみたい人にも、ゆっくり休みたい人にも、自信を持っておすすめできる旅館だと感じました。ここで過ごした時間は、とても静かで、でもしっかり心に残るもので、また箱根に来たら、もう一度泊まりたいと思える場所でした。今日は、山梨県にある西山温泉慶雲館に行った時のことをゆっくり話したいと思います。ここは世界で一番古い旅館として知られていて、名前を聞いただけでも特別な場所だということがわかりますが、実際に行ってみると、その歴史の長さだけではなく、そこで流れている時間そのものがとても静かで深いものだと感じました。便利さや新しさを求める旅館とは全く違い、日本の昔の暮らしや考え方がそのまま残っているような場所です。旅館に向かう道は正直に言うとあまり簡単ではありません。電車やバスを乗り継ぎ、さらに山の中へ進んでいくので少し時間がかかります。でも、その道のりこそが慶雲館の魅力の一部だと後から分かりました。街の景色が少しずつ消えて、川や山、木々の緑が増えてくると、気持ちも自然と静かになっていきます。スマートフォンを見る回数も減り、周りの景色をただ眺める時間が増えていきました。旅館に着いた時、まず感じたのは、とても落ち着いた雰囲気でした。建物は新しくはありませんが、古さを大切にしながら丁寧に使われていることがすぐに伝わってきます。入り口をくぐると、木の香りとどこか懐かしい空気に包まれて、自然と背筋が伸びるような気がしました。スタッフの方の対応もとても静かで、必要以上に話しかけてくることはありませんが、こちらが困った時にはすぐに気づいてくれます。その距離感がとても心地よく感じました。部屋に案内される途中、長い廊下を歩きながら建物の中をゆっくり見て回ります。柱や床、天井の一つ一つに長い時間が染み込んでいるようで、ただ歩いているだけでも、ここが特別な場所だということを感じます。部屋は和室で、派手なものは何もありませんが、その分、とても静かです。窓の外には川が流れていて、水の音がずっと聞こえてきます。その音を聞いていると、時計を見なくても、時間が流れていることがわかるような、不思議な感覚になりました。慶雲館の大きな魅力は、やはり温泉です。ここには、自然のままの温泉があり、山や川のすぐそばで入ることができます。お風呂に入ると、外の景色がそのまま目に入ってきて、人工的な音はほとんど聞こえません。昼間は、川の流れと緑を見ながら、体をゆっくり温めることができますし、
夕方になると、光の色が変わっていく様子を静かに楽しむことができます。夜はさらに静かになり、空を見上げると、街では見えない星が見えることもありました。温泉に入っていると、何もしなくていいという気持ちになります。ここでは、何かを急ぐ必要もなく、次の予定を考える必要もありません。ただ、お湯の温かさと自然の音を感じているだけで、心が落ち着いていきます。体だけでなく、頭の中までゆっくりほぐれていくような感覚でした。長い歴史の中で、たくさんの人が同じようにこの温泉に入ってきたのだと思うと、不思議なつながりも感じます。夕食は地元の食材を使った料理が中心で、どれも派手ではありませんが、とても丁寧に作られています。一つ一つの料理がゆっくり運ばれてきて、食べる時間そのものを楽しめるようになっていました。味付けは強すぎず、素材の味がよくわかります。山の中の旅館なので、海の料理は多くありませんが、その分、野菜や川の魚の味がとても印象に残りました。静かな部屋で、外の音を聞きながら食事をする時間は、普段の生活ではなかなか味わえないものです。食事の後も特別なことをする必要はありません。部屋に戻って川の音を聞きながら、ただ座っているだけでも十分に満たされた気持ちになります。テレビや大きな音がないので、最初は少し物足りなく感じる人もいるかもしれませんが、しばらくすると、その静けさがとても自然なものに思えてきます。何かをしない時間がこんなにも心地よいものだということを、ここで初めて実感しました。朝になると、窓の外の光で静かに目が覚めました。外の景色は昨日と同じはずなのに、朝の空気の中では全く違って見えます。朝の温泉に入り、体を温めてから朝食をいただくと、一日の始まりがとてもゆっくりで、贅沢なものに感じられました。チェックアウトの時間が近づくと、また山を降りて、日常に戻らなければならないことを思い出しますが、不思議と気持ちは重くありませんでした。西山温泉慶雲館は、便利さや新しさを求める人よりも、静かに過ごしたい日本の昔の空気を感じたいという人に向いている旅館だと思います。長い歴史の中で大切に守られてきた場所だからこそ、今も変わらず人を静かに迎えてくれるのだと感じました。ここで過ごした時間はとても派手ではありませんが、心の奥にしっかり残るもので、旅が終わった後も何度も思い出したくなるような特別な体験でした。今日は静岡県の海沿いにある FUFU 熱海に行った時のことを話したいと思います。熱海と聞くと、賑やかな温泉街や観光地のイメージを持つ人も多いと思いますが、熱海はそうした場所とは少し違う時間が流れている旅館だと感じました。町の中心から少し離れた高い場所にあり、周りはとても静かで、海と空をゆっくり楽しむための場所という印象です。旅館に向かう途中、坂を登っていくと、だんだん景色が明けてきました。建物が見えた瞬間、まず思ったのは落ち着いた雰囲気だなということです。大きすぎず、派手すぎず、でも特別感のある建物で、自然の中に静かに佇んでいるように見えました。
入り口に入ると、外の音が一気に遠くなり、空気まで変わったように感じます。スタッフの方はとても穏やかで、丁寧ですが、話し方は柔らかく、こちらのペースを大切にしてくれているのが分かりました。チェックインを済ませて、部屋に案内されるまでの間も、館内の雰囲気がとても印象的でした。廊下や共用スペースは明るすぎず、光の使い方がとても上手で、自然と気持ちが静かになります。周りの景色が見える場所も多く、歩いているだけで少しずつ日常から離れていく感覚がありました。ここでは、急がなくていいんだと、体が先に理解してくれるような感じです。部屋に入った瞬間、まず目に入ったのは、大きな窓の外に広がる海の景色でした。高い場所にあるので、海がとても近く感じられ、空との境目がはっきり見えます。部屋は和の要素がありながら、とても現代的で、どこにいても居心地がいい空間でした。そして、この旅館の大きな特徴の一つが、部屋にある温泉です。自分の部屋にいながら、好きな時間に温泉に入れるというのは、本当に贅沢なことだと感じました。早速部屋のお風呂にお湯を入れて、ゆっくり入ってみます。湯船に浸かると、目の前には海が広がり、波の音がかすかに聞こえてきました。外に出なくても、景色と温泉を同時に楽しめるので、時間を気にせず、何度でも入りたくなります。昼間は明るい海の色を楽しめますし、夕方になると、空と海が少しずつオレンジ色に変わっていく様子を見ることができます。その変化をお風呂の中からじっと見ている時間は、とても静かで特別なものでした。温泉から出た後は、部屋で少し休みます。ソファに座って、ただ景色を見ているだけなのに、不思議と心が満たされていきます。テレビをつけなくても、スマートフォンを見なくても、何も足りないと感じませんでした。夫婦熱海は、何かをする場所ではなく、何もしない時間を楽しむ場所なのだと、この時強く感じました。夕食の時間になり、レストランへ向かいます。食事は、地元の食材を使った料理が中心で、一品ずつ、ゆっくりと運ばれてきました。見た目もとても美しく、季節を感じられる内容でしたが、味は強すぎず、どれもとても優しい印象です。料理の説明もわかりやすく、難しい言葉は使われていないので、外国人でも安心して楽しめると思います。食事の時間そのものが静かで落ち着いていて、会話をしなくても居心地の悪さを感じることはありませんでした。食事の後、部屋に戻ると、外はすっかり暗くなっていました。夜の海は昼とは全く違い、音も光も少なく、深い静けさがあります。もう一度、部屋のお風呂に入り、夜の景色を楽しみながら、今日一日をゆっくり振り返りました。仕事のことや、普段の生活のことが少し遠くに感じられ、今はここにいるという気持ちだけがはっきり残ります。朝になると、カーテンの隙間から入る光で自然と目が覚めました。窓の外を見ると、朝の海はとても静かで、空気も新鮮です。朝の温泉に入ってから朝食をいただくと、体も心もすっかり整ったような気がしました。朝食も重すぎず、一日の始まりにちょうどいい内容で、最後まで気持ちよく過ごすことができました。
チェックアウトの時間が近づくと、もう少しここにいたいという気持ちになりますが、それだけ満足できた証拠だと思います。夫婦熱海は、賑やかな観光を楽しむ旅館ではなく、静かに過ごしたい人や、自分の時間を大切にしたい人にとても合っている場所です。海を見ながら温泉に入り、何も考えずに過ごす時間は、思っている以上に心を豊かにしてくれました。また熱海に来る機会があれば、ぜひもう一度泊まりたいと思える、そんな旅館でした。今日は、群馬県の水上にある宝川温泉大泉閣に行った時のことを、ゆっくり話したいと思います。ここは、自然の中で温泉を楽しみたい人にとって、とても特別な旅館だと感じました。建物やサービスが目立つというよりも、山、川、森、そして温泉そのものが主役になっている場所で、日本の温泉ってこういうものなんだと体でわかるような体験ができます。旅館に向かう道は町からだんだん離れていき、周りの景色が少しずつ自然に変わっていきます。高い建物は見えなくなり、木の数が増え、川の音が聞こえるようになると、気持ちも自然と静かになってきました。スマートフォンを見る時間も減り、窓の外の景色をただ眺めているだけなのに、もう日常から離れているなと感じます。宝川温泉に近づくほど、空気が少し冷たく、きれいになっていくように思えました。旅館に着くと、まず目に入るのは、大きな木造の建物と、その前を流れる川です。とても立派ですが、派手な感じはなく、昔からここにあったかのように、自然の中に馴染んでいます。入り口に入ると、スタッフの方が静かに迎えてくれました。話し方も落ち着いていて、この場所の雰囲気に合っていると感じます。必要なことはきちんと説明してくれますが、話しすぎることはなく、その距離感がとても心地よく思えました。部屋に向かう途中、廊下や窓から見える景色に何度も足を止めてしまいました。外には川が流れ、木々が風に揺れていて、その音がそのまま館内まで聞こえてきます。部屋は和室で、シンプルですが、とても落ち着いた空間でした。窓を開けると、川の音がはっきり聞こえてきて、まるで自然の中に住んでいるような気分になります。ここでは、時計を見なくてもいいと思いました。宝川温泉大泉閣の一番の魅力は、やはり露天風呂です。川のすぐそばに、いくつもの大きな露天風呂があり、そのスケールに最初は少し驚きました。お風呂に入ると、目の前に広がるのは山と森、そして流れる川で、人工的なものがほとんど目に入りません。お湯に浸かりながら、川の音を聞いていると、頭の中がどんどん静かになっていきます。昼間の露天風呂では、明るい光と緑を楽しむことができます。風が吹くと、木の葉が揺れ、その影が水面に映ります。夕方になると、光の色が変わり、景色全体が少し柔らかくなっていきました。夜はさらに静かになり、空気も冷たく感じられて、お湯の温かさが一層心地よくなります。空を見上げると、街では見えない星が見えることもあり、今、本当に山の中にいるんだなと実感しました。温泉に入っていると、何かを考えようという気持ちが自然となくなります。ここでは、何もしなくていい、ただここにいればいい、
そんな感覚になります。長い時間お湯に浸かっても急ぐ必要がないので、体だけでなく心までゆっくりとほぐれていくようでした。宝川温泉は体を休める場所というより、自然の中に戻る場所だと感じました。夕食は山の旅館らしい料理が中心で、地元の食材を使った優しい味のものが多く並びました。派手な料理ではありませんが、一つ一つが丁寧に作られていて、安心して食べられる味です。外の自然を感じながら食事をすることで、料理の美味しさもよりはっきり感じられました。静かな空間でゆっくり食べる時間はとても贅沢に思えます。食事の後も特別なことをする必要はありません。部屋に戻って川の音を聞きながら座っているだけで十分に満たされた気持ちになります。テレビをつけなくても退屈だと感じることはありませんでした。むしろこの静けさこそがこの旅館の一番の贅沢なのだと思いました。朝になると外の光と音で自然と目が覚めました。朝の露天風呂は空気がとても澄んでいて、昼や夜とはまた違った気持ちよさがあります。体を温めてから朝食をいただくと、一日がとても良い形で始まるように感じました。チェックアウトの時間が近づくと、また日常に戻らなければならないことを思い出しますが、心の中にはしっかりと静かな時間が残っています。宝川温泉大泉閣は、便利さや新しさを求める人よりも、自然の中でゆっくりと自分を休ませたい人に向いている旅館だと思います。川の音を聞き、山の景色を見ながら温泉に入る時間はとても原始的で、それでいて深く心に残る体験でした。ここで過ごした時間は後から思い出した時も、きっと同じ静けさと温かさを心の中に運んできてくれる、そんな旅だったと感じています。今日は石川県の和倉温泉にある加賀屋に行った時のことを話したいと思います。加賀屋は日本の旅館の中でも特に有名で、おもてなしがすごい旅館として名前を聞いたことがある人も多いと思いますが、実際に泊まってみると、その評価がなぜ生まれたのかを自然と理解できる場所でした。派手さだけではなく、人の気遣いと長い経験が空間の隅々にまで感じられる旅館です。旅館に近づくと、まず建物の大きさに少し驚きました。海の近くに立っていて、堂々とした雰囲気がありますが、圧迫感はなく、落ち着いた印象です。入り口に着いた瞬間から、スタッフの方が声をかけてくれて、荷物のことや案内について、すぐに対応してくれました。動きに無駄がなく、とても自然で、仕事をしているというより、人を迎えることに慣れているという感じがしました。館内に入ると、広いロビーがあり、天井も高く、とても開放的です。窓の外には海が見えていて、場所によっては波の動きまで感じられます。歩いているだけで、ここは特別な場所だなと思わせてくれる空間ですが、不思議と緊張はしませんでした。それは、スタッフの表情や話し方が柔らかく、こちらの様子をよく見てくれているからだと思います。部屋に案内されるまでの間も、館内の説明がとてもわかりやすく、必要なことだけをちょうどいい速さで伝えてくれました。部屋に入ると、
まず窓の外の景色に目が行きます。和倉の海が広がっていて、天気がいい日は空と海の色がとてもきれいに見えました。部屋は和室で、日本らしい落ち着いた雰囲気ですが、設備はとても整っていて、古さを感じることはありません。伝統と快適さが自然に一つになっている空間だと感じました。少し休んでから館内を歩いてみましたが、どこに行ってもスタッフの方の動きがとても静かで、こちらの時間を邪魔しません。困っていそうな時にはすぐに声をかけてくれますが、それ以外はそっと見守ってくれているような距離感です。このちょうど良さが加賀屋の一番の強さなのかもしれないと感じました。温泉に向かうと、そこでも同じように落ち着いた空気が流れていました。お風呂は広く、ゆったりと使えるようになっていて、外の景色を楽しめる場所もあります。お湯に浸かると、体の力が自然と抜けていき、長い移動の疲れもゆっくり消えていきました。周りの人も静かに過ごしていて、全体で落ち着いた時間を大切にしている雰囲気がありました。夕食の時間になると、部屋食の準備が始まります。加賀屋の食事は、料理そのものだけでなく、その出し方や説明も含めて、一つの体験になっていました。一品ずつ、ちょうどいいタイミングで運ばれてきて、料理の内容もわかりやすく説明してくれます。難しい言葉は使われず、でも料理への思いはしっかり伝わってきました。地元の食材を使った料理は、味付けが上品で、見た目もとてもきれいです。食事をしている間も、こちらの様子をよく見てくれていて、せかされることはありません。食べる速さや会話の流れに合わせて自然に時間が進んでいきます。こうした細かい気遣いは短い時間では身につかないものだと思いますし、長い歴史の中で大切に育てられてきた文化なのだと感じました。料理を食べ終わる頃にはお腹だけでなく気持ちまで満たされていました。食事の後、部屋で少し休みながら、今日一日のことを振り返ります。特別に派手な出来事があったわけではありませんが、一つ一つの場面がとても滑らかにつながっていて、心に残る時間になっていました。加賀屋では、何かすごいことをするというより、すべてを気持ちよく整えてくれる感覚が強くあります。夜になると、館内はさらに静かになり、外の海の音が遠くから聞こえてきます。もう一度温泉に入り、体を温めてから布団に入ると、安心した気持ちで眠ることができました。朝は柔らかい光で目が覚め、海の景色を見ながら静かに一日が始まります。朝食も重すぎず、体に優しい内容で、最後まで丁寧なおもてなしが続いていました。チェックアウトの時間になると、また来たいなと自然に思えたのが印象的でした。加賀屋は高級な旅館ではありますが、決して遠い存在ではなく、人を大切にする場所だと感じられる旅館です。日本の旅館文化やおもてなしの心をしっかり体験したい人には、自信を持っておすすめできる場所だと思いました。ここで過ごした時間は、後から思い出した時も、きっと同じ温かさで、心に戻ってくる、そんな旅だったと感じています。